皆様こんにちは、セリナです。下半期もたくさんの新作ファンデーションが発売されて、今年はファンデーションが大豊作でしたよね。でもこれだけたくさんのファンデーションがあると、自分に一番合うファンデーションはどれなのか、どう選べばいいのか悩みますよね。そこで今回は2022年に発売された新作のデパコスファンデーション23種類をマット・セミマットタイプ、素肌のような自然なツヤタイプ、ハイカバーなツヤタイプ、浮き卵のようなつるんとしたツヤタイプ、そして美容液でスキンケアした後のようなツヤタイプの5パターンのなりたい肌別に分類分けをして、その中でさらにカバー力や保湿力、不全にくさについてご紹介していきたいと思います。今回の動画ではマット・セミマットタイプと素肌のような自然なツヤタイプをご紹介して、後編ではハイカバーなツヤタイプ、浮き卵のようなつるんとしたツヤタイプ、そして美容液でスキンケアした後のようなツヤタイプをご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録して後編の動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まず今年のファンデーション全体の特徴についてまとめると、マスク生活も定着したことで長時間マスクで過ごしていても崩れはもちろん毛穴の開きが気になりにくいアイテムが多かったのと、ツヤすぎずマットすぎず素肌に近いような自然なツヤで素肌っぽい仕上がりを追求したアイテムが多い印象でした。この特徴を踏まえた上で形状やカバー力は問わずに仕上がり別に5つのタイプに分類分けをしたので、タイプ別に分けた中でさらにカバー力、塗りやすさ、保湿力が高いタイプか崩れに強いタイプか、そしてカラー選びについて、香りについてをご紹介していきたいと思います。まずはこちら、マット・セミマットタイプです。ご紹介していくのは2月25日発売のディオール新ディオールスキンフォーエバーフルイドマット、4月8日発売ナーズライトリフレクティングファンデーション、4月16日発売コスメデコルテ全ウェアフルイド、9月1日発売ゲランパリュールゴールドスキンフルイドマット、そして9月2日発売ランコムアプソリュタンサブリムエッセンスクリーム、以上の5種類です。ディオールとコスメデコルテとゲランは公式でもマットやセミマットとの表記がありましたが、ナーズやランコムは素肌のような仕上がりという記載で、特にマットやセミマットタイプという記載はないですが、実際に使ってみた感じ、ランコムは重ねていくたびにマットに仕上がって、ナーズも塗りたてはセミマット仕上がりで、時間が経ってくるとツヤが出てくるので、素肌のような自然なツヤタイプに分類しようかすごく悩んだんですけれども、塗りたての質感で今回はマット・セミマットタイプに分類分けしました。まずカバー力はこんな感じで、この5つの中で一番カバー力が高いと感じたのはゲランでした。続いてコスメデコルテとディオールはすごく悩みましたが、カバー力自体は同じくらいしっかりカバーしてくれますが、ディオールよりもコスメデコルテの方がツヤが抑えめな分カバー力が増して見えるので、少しの差で2位をコスメデコルテにしました。そしてこの中で一番ナチュラルだと感じたのはナーズです。ただナーズ以外の4つはどれもコンシーラーなしでもしっかりと赤みやニキビ跡や色ムラなどをカバーしてくれる感じなので、かなりカバー力が高いファンデーションだと感じました。カバー力が一番高いと感じたゲランと一番ナチュラルだと感じたナーズ、それぞれ半眼ずつに塗って比較してみたいと思います。今回下地はこちら、デパコスの下地の中でオーソドックスなオーランド・ジョー・ボーテのモイスチャライジングファンデーションプライマーの01を使っています。まずはゲランを塗っていきます。ゲランのファンデーションは後ほどご紹介しますが、肌にピタッと密着する分、少し塗りにくさを感じるようなタイプです。こんな感じで、肌の上でスルスル伸びるというよりも、塗りたてからピタッ
と密着していくようなテクスチャーです。塗りにくいと感じる方は、同時発売の専用ブラシで塗ると綺麗に素早く塗ることができますが、今回は条件を合わせるために指で塗っていきます。こんな感じで一塗りでも結構しっかりカバーしてくれますよね。では反対側にナーズ塗っていきます。ナーズはこんな感じで肌の上にスルスルと伸びて、乾燥が気になっている時にもすごく塗りやすいです。その分、一度塗りだと素肌が透けるようなとてもナチュラルなカバー力です。はい、こんな感じでカバー力が一番高いと感じたゲランと一番ナチュラルだと感じたナーズ、それぞれ半眼ずつに塗ってみました。カバー力の強さと立体感が全然違いますよね。アップで見てもゲランはこんな感じでしっかりと肌の赤みや色ムラをカバーしてくれていて、今ここに大きいニキビができているのですが、ニキビの赤みもコンシーラーなしでもきちんとカバーしてくれています。反対にナーズは近くで見てもすごく自然で、肌の透け感も程よく残るような仕上がりです。セミマットタイプでしっかりとカバーしたいという方はゲランがおすすめで、自然な質感がいいという方はナーズが使いやすいと思います。続いて塗りやすさについてです。塗りやすさは先ほどのカバー力と反対の結果になりました。一番塗りやすいと感じたのはナーズで、続いてランコム、そしてディオール、コスメデコルテ、ゲランの順番です。下に行くにつれて肌にピタッと密着する分、肌表面の乾燥が気になっている時は塗りにくく感じると思います。先ほどご紹介したゲランは組み合わせる下地によっては指だとうまく伸びてくれないということもあるので、ブラシを使うなどの塗り方の工夫が少し必要かなと思います。ただしっかり塗り切ってしまえばとても綺麗な仕上がりです。ではコスメデコルテとランコムを塗り比べてみます。こちら側コスメデコルテ塗っていきます。コスメデコルテは最初こんな感じですごくみずみずしいので一見塗りやすそうに感じますが、先ほどのゲランと同様ピタッと肌に密着するのが早いので、乾燥肌の方には少し塗りづらく感じるかもしれません。ただ以前コミュニティでもご紹介させていただきましたが、保湿力が高めのクリーミーなタイプの下地などと組み合わせれば全然問題なく使いやすかったので、乾燥が気になる方は下地を調整するのがおすすめです。ではこちら側ランコムです。ランコムはこんな感じで、スキンケアファンデーションなのでゆるいクリームテクスチャーのような感じですごく伸びもいいです。ただこちらも何度か重ねていくとファンデーション同士がピタッと密着する感じなので、いつまでもスルスル伸びてしまうタイプではなく、ちゃんと肌に留まってくれます。はい、こちら側にコスメデコルテ、反対側にランコムを塗っています。やはりこうして比較してみると、コスメデコルテは肌にピタッと密着する感じなので、今の時期なんかは下地で調整するとより塗りやすくなると思います。ランコムは柔らかいクリームのようなテクスチャーで、重ねていくとピタッと密着するので、塗りやすくて密着感も欲しいという方にぴったりです。続いて保湿力が高いタイプか崩れに強いタイプかを分類分けすると、保湿力が高いのはナーズとランコムで、崩れに強いのはディオールとコスメデコルテ、そして崩れにも強くて保湿感もあるのがゲランでした。まず保湿力の高いナーズは塗りたてからもすごく滑らかなテクスチャーで、時間が経ってくると皮脂崩れが気になる肌タイプの方は逆に皮脂が浮いてくる感じが少し気になるかなというくらいしっかりと保湿してくれます。こちらは秋冬に乾燥が気になる肌タイプの方が使われるのにもすごくおすすめです。ランコムも美容液ファンデーションなだけあって、長時間つけていてもパサつきは感じずにしっとりとふっくらとした肌を保ってくれます。ただランコムは内側はしっかりと保湿してくれますが、意外と崩れにも強いです。続いて崩れに強いディオールとコスメデコルテは春夏に発売されただけあって、肌にファンデーションがピタッと密着してくれて、
皮脂や汗をかいても、マスクで長時間過ごしていても崩れが気になりにくかったです。そしてゲランはディオールやコスメデコルテと同じくらい皮脂や汗による崩れも気にならなかったのに、こちらもスキンケアファンデーションなので長時間つけていても乾燥も全く気にならずに、落とした後の肌がふっくら柔らかく保湿されていたので、ゲランはどちらも兼ね備えているファンデーションだなと思いました。ではコスメデコルテを残したままこちら側にディオール塗ってみたいと思います。ディオールのマットはクリーミーな感じですが、こちらも肌にピタッと素早く密着するタイプです。テクスチャーとしてはゲランに近くて、ゲランよりも少しクリームっぽくて伸ばしやすい感じです。はい、こちら側にディオールのマット塗ってみました。ディオールのマットも一塗りでしっかりとカバーしてくれて、クリームテクスチャーが肌にピタッと密着してしっかりと肌を覆ってくれています。コスメデコルテとディオールは春夏はもちろん秋冬でも皮脂や汗崩れが気になるという方におすすめです。続いてカラー選びについてです。今回ご紹介しているのは全て標準色で、コスメデコルテだけ2つある標準色のうちの黄緑で明るい方をセレクトしています。手元で見てみると、ナースが他のブランドよりも少し暗めに見えますが、実際に肌の上にのせてみると全然暗い感じはしないです。ディオールが暗めで、いつもよりも一つ明るめのカラーをセレクトしてもいいかもしれません。でも特に使いにくいという色出しのブランドはなかったです。最後、香りについてです。香りの順番はこんな感じでした。まずこの中で一番香りが強いなと感じたのはディオールです。ディオールはベースメイク全般にフレグランスのようなフローラル系の香りが結構しっかりとついています。香りが苦手な方はもしかしたら気になるかもしれません。続いて2番目がゲランで、ゲランもディオールの香りに少し似ているのですが、ディオールよりもフローラル感を抑えた感じの香りでした。続いてコスメデコルテとランコムがだいたい同じくらいで、コスメデコルテはスキンケアのような香りが少し強めにするのと、ランコムは原料のような香りの中に少しだけローズの香りを感じます。そしてナーズは香りを感じずに原料のような香りがほんの少しだけする程度で、こちらは香りが苦手な方にもかなり使いやすいと思います。はい、まずはマットセミマットタイプまとめるとこんな感じでした。全体的にカバー力が高くて崩れにも強いものが多いですが、ゲランやランコムなどのスキンケアファンデーションも含まれているので、仕上がりだけでなくスキンケア効果も欲しいという方にも選びやすいと思います。乾燥が気になる肌タイプの方でも使いやすいアイテムもあるので、ぜひぴったりのアイテムを見つけてみてください。続いてはこちら。素肌のような自然なツヤタイプです。ご紹介していくのは3月21日発売、クレドポーボーテのタンクッションエクラナチュレル。6月3日発売、イヴ・サンローランボーテのオールアワーズリキッド。9月1日発売、ポーランドショーボーテのフォンダンクリームファンデーション。9月2日発売、RMK のリクイドファンデーションフローレスカバレッジ。9月9日発売のカネボーライブリースキンウェア。そして9月14日発売のアンプリチュードロングラスティングクリームファンデーションです。どれも今年のトレンドらしい素肌そのもののような仕上がりです。その中でもまずカバー力についてはこんな感じです。ダントツでカバー力が高いのがイヴ・サンローランボーテで、続いてクレドポーボーテとポーランドジョ、アンプリチュードはだいたい同じくらいで標準的なカバー力です。この3つよりもさらにナチュラルなのが RMK で、最後がカネボーという順番でした。カネボーはかなりナチュラルなカバー力なので、個人的にはコンシーラーと組み合わせて使うのがおすすめです。まずは一番カバー力の高いイヴ・サンローランボーテと一番ナチュラルなカネボを比較してみます。こちら側イヴ・サンローランボーテです。イヴ・サンローランボーテのファンデーションは
素肌のような自然な仕上がりなのに、ちゃんとカバー力も高くて、すごくお気に入りのファンデーションです。続いてこちら側、カネボウです。カネボウはイヴ・サンローランとは対照的にかなりナチュラルで、素肌が透けるような仕上がりです。ただこんな感じですごく塗りやすくて、肌をつるんと綺麗に見せてくれます。はい、こちら側イヴ・サンローランボテ、反対側カネボウ塗ってみました。カバー力の差が全然違いますよね。イヴ・サンローランボーテは重ねていくことでしっかりとカバーしてくれて、肌の色ムラや凹凸をフラットにしてくれます。でも全然厚塗り感はなくて、近くで見ても素肌のような自然な仕上がりですよね。反対にカネボウはスルスルすごく伸ばしやすいテクスチャーで、肌表面をつるんと綺麗に見せてくれています。続いて塗りやすさについてです。今回ご紹介している6つは、どれもすごく塗りやすいテクスチャーで、特別このファンデーションが塗りにくいというアイテムはなかったですが、一応ランキングにしてみるとこんな感じです。この中でも特にカネボウとアンプリチュードはものすごく塗り心地が良くて、カネボウは肌がかさついてしまっていて、うまくファンデーションが塗れないという時にも、スキンケアのクリームのようにスルスルと伸びてくれます。どうしてもファンデーションがうまく塗れないという方にすごくおすすめです。アンプリチュードもカネボウよりも少しクリーム感が強くて、しっとりと保湿しながらもスルスルと伸びてくれます。イヴ・サンローランとポーランド状とクレドポーボーテはだいたい同じくらいの塗りやすさで、この3つも乾燥が気になっている時も問題なく塗りやすいです。中でもクレドポーボーテはクッションタイプになっているので、すごく使いやすいですよね。RMK も伸びが悪いというわけではないですが、かなりみずみずしいテクスチャーなので、もう少し油分があった方が乾燥肌の方にも使いやすいかなと思いました。では、クリーミーで伸びがいいアンプリチュードと、みずみずしくて軽い RMK の塗り心地がかなり対照的なので、この2つを比較してみます。では、こちらアンプリチュードです。アンプリチュードはクリームタイプのファンデーションですが、こんな感じでスルスルと伸びてくれます。カネボウよりも少しカバー力は高いので、塗りやすくてもう少しカバー力が欲しいという方にぴったりです。本当に塗り心地が滑らかです。では RMK 塗っていきます。RMK はアンプリチュードとは対照的にこんな感じでみずみずしくてさらりとしています。軽い塗り心地のファンデーションが好きという方にぴったりです。そして薄膜のファンデーションが肌にピタッと密着してくれます。はい、アンプリチュードと RMK それぞれ半眼ずつに塗ってみました。仕上がりにもテクスチャーの違いが少し出ているかなと思います。アンプリチュードはクリーミーな質感が肌に溶け込んでいて、RMK はみずみずしくて薄膜のファンデーションがつるんと肌に密着してくれていますよね。塗り心地の好みでセレクトするのもいいんじゃないかなと思います。続いて保湿力が高いタイプか崩れに強いタイプか分類分けするとこんな感じです。カネボウとアンプリチュードとポーランド状はかなりしっとりとした質感で、RMK とクレドポーボーテはさっぱりとしていて肌に密着してくれるような質感。そしてイヴ・サンローランボーテは汗や皮脂やマスク崩れにも強いタイプです。特にイヴ・サンローランボーテは夏にマスクをしたままの8時間後の肌の検証などを何度か行っているんですが、春夏に発売されたファンデーションの中でも汗や皮脂崩れに強いのはもちろん、毛穴の開きも気にならなかったので、マスクの中の肌も綺麗に過ごしたいという方や、時間が経つと毛穴の開きが気になるという方にとてもおすすめです。ただ、イヴ・サンローランボーテも RMK もクレドポーボーテも乾燥が気になって秋冬には使いにくいというほどではないので、どれも一年中使いやすいファンデーションだと思います。では、クレドポーボーテとポーランド状を比較してみます。こちら側、クレドポーボーテです。今回の中で唯一の
クッションタイプですが、中はリキッドタイプのファンデーションではなく、ジェルタイプのファンデーションなので、ジェルが肌にピタッと密着してくれます。ではこちら側、ポーランド状です。ポーランド状はクリームファンデーションなので、こんな感じですごく滑らかで、少し重さも感じるようなクリームテクスチャーが肌に伸び広がります。はい、こちら側にクレドポーボーテ、反対側にポーランド状ボーテを塗っています。比較してみると、カバー力はだいたい同じくらいですね。やはりクレドポーボーテの方がジェルタイプなので、つるんとみずみずしさもあるような肌っぽいツヤで、ポーランド状ボーテの方がクリームのような滑らかなツヤが出ているかなと思います。この2つは割とカバー力や仕上がりのイメージが近いので、春夏にはクレドポーボーテ、秋冬にはポーランド状ボーテと使い分けをしてもいいんじゃないかなと思いました。続いてカラー選びについてです。イヴ・サンローランボーテはオーラーワーズリキッドに関しては標準色の概念がないということで、おすすめ色と言われている LN の4番をセレクトしています。アンプリチュードも標準色は30番というカラーですが、手元で見た感じかなり暗く感じたので、標準よりも1つ明るい20番を使っていて、金棒も標準色よりも1つ明るめのカラーです。手元で見てみるとクレドポーボーテがかなりピンクに見えますよね。でも実際に肌の上にのせてみるとこんな感じで、首から浮いてしまったり、ピンクが強すぎる感じはしないです。その他のカラーはだいたい同じくらいに見えるので、やはりアンプリチュードはカラーをセレクトする際に、いつもよりもワントーン明るめのカラーを見てみてもいいかもしれません。最後、香りについてはこんな感じでした。この6つの中ではイヴ・サンローランボーテが一番強く香りを感じますが、いつものイヴ・サンローランボーテのファンデーションやベースメイクよりは少し香りは抑えめです。続いてがポーランド状で、そこまで強い香りではないですが、少し強めのスキンケアのような香りがします。下地に入っているオレンジフラワーウォーターの香りを少し弱くしたようなイメージです。続いてクレドポーボテとカネボウがほのかなスキンケアのような香りがついているのと、RMK とアンプリチュードは原料のような香りのみなので、香りが気になる方はこの2つがすごくおすすめです。はい、素肌のような自然なツヤタイプ、まとめるとこんな感じです。やはり自然な仕上がりの分、カバー力は少し弱めなタイプも多いですが、イヴ・サンローランのようにしっかりとカバーしてくれるものもありますし、同じ素肌のような質感の中でも、クリーミーで滑らかなタイプと、つるんとしてみずみずしい仕上がりなど、仕上がり別に選べるところも嬉しいですよね。はい、ではこんな感じで前編のマット、セミマットタイプと素肌のような自然なツヤタイプをご紹介していきました。今年発売されたファンデーションは仕上がりが綺麗なのはもちろん、塗りやすさや崩れにくさなどもすごく進化していましたよね。少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。後編の動画ではハイカバーなツヤタイプ、浮き卵のようなつるんとしたツヤ肌タイプ、そして美容液でスキンケアした後のようなツヤ肌タイプをご紹介していきますので、ぜひ後編もチェックしていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。